皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中秀二です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編を、皆様にお届けいたします。戦型がですね、私の方が後手番でですね、相手の方が先手で嬉野流を、目指してこられまして、嬉野流もね、今までこの村チャンネル内でも、今まで何局もね指してきたんですけれども、本局はですね、嬉野流に対して三間飛車、振り飛車でねちょっと対応してみようということでね、三間飛車を、採用してみました。振り飛車党の方はね、やはり嬉野流をね指された時に、どうしてもねこう振り飛車で対応する形になると思うので、今回はね初めてこう嬉野流に振り飛車ということなので、そういったあたりをね大盤で解説しつつ進めていきたいと思いますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね早速対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私後手番ですね、上になります。実戦編とはちょっと大盤逆になるんですけど、特に今回ね先手が嬉野流ということなので、先手側から見た形でもねぜひ見ていただいて参考にしていただければなと思います。6八銀と、これがもう嬉野流ならではの初手ですよね。7六歩か2六歩か5六歩っていうのはね普通一般的に多い手なんですけど、6八銀とねいきなり銀を上がってね、で3四歩に7九角とね、面食らえますよね、いきなりこの手順ですとね。嬉野流はね骨格としてこう角道を開けずにもう角を引いてね銀をこちらに使っていくという指し方なんですよね。で居飛車で対応するんであればここで8四歩と、突けばね居飛車の勝利になるんですけれども、本局はね振り飛車をちょっとやろうということで4二銀と上がりました。5六歩に4四歩と、まだもちろんこれでもね居飛車にもできるんですけれどもね。で5七銀に2六歩に4三銀と上がりまして、で2五歩3三角、5七銀と、先手としてはねこう飛車角銀がこちらにいかにもね偏って攻めてきそうな感じですね。嬉野流の独特の布陣ですよね。ここでですね私はね3二飛車と回ったんですね。ここはね結構振り飛車、もしね嬉野流をやられた時に、自分が振り飛車党だよという方は、この辺りでね微妙にちょっと作戦をねしっかり決めておくことが大事かなと思いますね。飛車を振る位置は2二3二4二ね、もちろん中飛車も入れれば、どこもあるんですけれども、本局3二飛車っていうのは何気ないような手に見えて、いずれ先手がね、本局もそうだったんですけど、4六銀から3六3五歩とねこう角道を攻めてくる可能性が非常に高いんですよね。で角頭ですね、角頭を攻めてくる可能性が非常に高いんですね。ですのでその時にも飛車を3二に回っておけば、対応しやすいんではないのかなという思考から来た三間飛車なんですね。もちろん私は四間飛車が好きだよという方は4二飛車と回ることになると思うんですけど、4二飛車と回った時は気をつけないといけないのは、この後やはりね今の話と本当に組み合わせになるんですけども、こういった形で攻められた時に、若干ね飛車が4二か3二かで味が変わってくるわけですよね。対応する感じが変わってくるので、4二飛車を回った場合にはねもちろんこちら側を生かしてどこかで4五歩という形でねさばきに出たいところではあるんですよね。ただ4五歩と突いた時に嬉野流はね普通の急戦と違う、普通の急戦ですとね部分的に言うとこういう格好になってるんで、歩を突くと大体角交換になって狙われてる角がさばけるんですけれども、嬉野流はこう角がもうなんていうんですかね、もう全然こっちは向いてくれてないので、突いたとしてもこう角がさばききれるかどうかっていうのはねちょっと気になるところというかね、気をつけないといけないところですね。ただもちろん四間飛車がダメだというわけではないんですけどね、嬉野流に対して本局は私はささやかながらねちょっと対策で、飛車を振るのであればね、3二に回った方が、いずれの角頭攻めに対してね対応しやすいんじゃないかなということで三間飛車を選択したということですね。はい。で3二飛車に対して4六銀とニョキニョキ銀が出てきましてね、で、4六二玉と。振り飛車、私の方針は飛車を3筋に回って角の頭を攻めてくるのは見えてるんで、3筋に回って備えつつ王様を固めてカウンター狙いというかね、王様を固めて、相手の攻めをねこう迎え撃つっていうのが私の方針ですね。で6二玉に対して3六歩で7二玉と、ひたすら王様を固めていきます。で、4八銀とで8二玉と。この子で王様ただただ囲ってるように見えるんですけど、ポイントとしましては繰り返しになりますが、飛車を3筋に備えることと、あと4三に銀を持ってきておくことも非常に大事ですね。この銀が例えば3一でね王様を囲ってしまうと3五歩と攻められた時にいくら飛車が備えていてもね角の頭をこう飛車で守るのは非常に難しいです。ですので4三銀型を作った上で、4三銀という形で角の頭を守る形を作った上で王様を囲っていくというのがおすすめの手順ですね。はい。で、8二玉に対してここでね先手の方の分岐点ですよね。
まあ、実際は3五歩はこれ許さんという手ですね。もう許さんというかもうこれでリードを奪ってしまおうというね手です。まあ他の手ですとね6八玉と上がっておく手もあったと思います。こうやってまあ後手はね7二銀に7八玉、まあ、5二金にまあ例えばこれもう一手ね5八金右と上がるか、あるいはここで仕掛けるね3五歩と仕掛ける、まあこの方がまあ手としては自然でしたかね。やはり王様がこう2回ね上がっとくだけでもかなり安全になりますので、実戦はねこの5九玉の形で、3五歩とね仕掛けてね、まあこれでうまくいけばいいんですけれども、やはり結構やっぱりリスクをね抱える手ですよね。まあ私は7二銀と上がりまして、この銀上がりもね、さりげないところで大事でして、まあどこでね嬉野流を迎え撃つかって話なんですけれども、これをすんなりね同歩と取ってしまうと同銀と取られて、まあ一番悪い例ですとねこれで3四歩と打って、まあ、銀を終えればいいですけれどもね、これ下がってくれればいいんですけど2四歩とね突かれて、これはね何て言うんですかね、まあ最初指し始めの時は陥りやすい手ですよね。感情の流れですよね。ぶつかった歩を取って出てきたから歩で受けたら下がってくれないでまた歩をついてきて、で銀を取ればこうなられて、これは痛すぎますね。銀を一時的な銀得でも角か飛車を絶対取られてしまいます。で2四歩に対してまあしょうがない、銀を取れないんじゃ同歩と取るかって取っても同銀と取られて、これはね嬉野流の攻めが炸裂してますね。いくらね王様先に囲ってるっつってもこう無条件でね、例えば5一角2三銀成みたいな感じでこうなってしまうとね、王様がいくら硬くてももう一方的なね突破を許したマイナスの方が大きいので、まあ、振り飛車がとてもね勝てる流れにならなくなります。ですのでまあちょっとねぶつかった歩を取らないっていうのはまあ指し慣れてないとね結構勇気がいることなんですけれども、7二銀とね上がっておいて、この時にね再三言っておりますが4三に銀がいることはとっても大事というのはそういうことですね。上がってないと取り込まれて普通にね攻められちゃうんで、銀を上がっておけばまあ放っておいてね囲うが成立するということですね。で7二銀に対して3四歩と、まあ、先手は取ってきたんですけれども同銀と対応して、まあ、銀には銀のマンツーマンのね形を作る、まあ、これをね先ほど言った3五歩同銀となると5段目の銀対3段目の銀で押し込まれるので、相手に取り込ませて出る形を作れば4段目対4段目という形で、まあ、ここで防衛ラインをね振り飛車側は作れるということですね。でここでね2四歩とついてきたんですね。まあここはね、まあ、先手もね勢いは3五金とねこうぶつけたいんですけれども、まあ、同銀同角とねまあさばけて部分的には好調ですけれども、まあどうでしょうかね。例えば1五角とかもうねこれ美濃囲い完成してますからね。でこっちは居玉ですからもういよいよねもう戦いで1五角と出て角取りですからまあ4四角と出て、まあここだけ見るともう居飛車大成功なんですけれども、これは危ないでしょうね。例えばもういきなり5七銀とかね角の利きを生かしてどうですかこれ飛車角がすごくよく効いてるんですけれども、本陣の方が火吹いちゃってますよねこれね。だからこれ王様のですもうここにいれば大丈夫ですね。ここにいるとこれ居飛車が成功かもしれないですね。これね例えば王様2手動かしてればね、これここに銀打ち手がないですし、ここに王様でとこれはね強毒ぐらいじゃ追っつかないですよね。例えばまあこれ今日まあ極端な表情を取れば銀を取って同金に飛車を成ってもあっという間に先手後手のね勝ちですね。これ勝手な勝ちね。これやっぱり最初になんていうんですかね、王様を囲う貯金をしとくのがやはり非常に大きくて、まあこう1五角と出た時にちょうどこう居玉のラインでね反撃できるんですよね。ですのでまあ多分先手の方はこの手をね嫌ったというかねこの手をされたくないということでここでね2四歩と突いたわけですよね。この同歩なら今度銀ぶつければ同銀同角と仮に進めばね角がこう上に出てこないんでね、まあ、下に下がる形ならば4四角と出て、これ随分違いますよね先ほどと。角が、上に効いてこれ王様を狙われてるパターンとこっちですね。すみませんもう一歩こっちですね。2歩かこっち合ってますか。これで狙われるパターンと角が5一にいてね脅威がない形、これならまあ先手もまあまあ戦えるかなという狙いだったと思います。ただですね実戦は2四歩に同角とね角で取る手が、まあ、この場合、いい対応になりましたね。これはね嬉野流だからやれる手ですね。通常の急戦ですとちょっとまあ形こういう形ね、これがよくある、実はまあ急戦です。よくある急戦。これで2四歩と突くと大体振り飛車はね同歩と取ることが多いです。
なぜかというと同角と取るとここに角がいた場合は4四角とこっちのルートでさばかれちゃうんですよね。これがまあ振り飛車としては嫌なところなので、この場合は2四歩に大体同歩と取ることが常識的な応酬、もちろん角で取るパターンもあるんですけど同歩で取るのが常識的な応酬。ただですね、嬉野流の場合は角が下にいますので2四歩に同角って非常に取りやすいんですね。取りやすい、なぜか4四角って出られないから非常に簡単な話ですね。であと角がこう攻めてきてるわけですから、自分の方も角で迎撃するとすごく理屈に合ってますよね。相手が角と銀で攻めてきて角と銀で攻めて受けれるんだから。ということでこの場合同角と打ったのがまあ急所の対応になりましたね。本局においてはこの同角でちょっと嬉野流の攻めが止まったかなという感じですね。でこうやられてね、もう3五銀とはもちろん出れないですね。これ3五銀はむちゃくちゃ安定になっちゃうのでいけないので、これねもうすでに3筋のところが振り飛車側が飛車角銀、居飛車側が角銀しかいないですから勢力が逆転してるんですよね。もうこれ以上突き進めないと振り飛車側がね。で実戦は6八玉とこう上がったんですけれども、まあこれはねちょっとさすがに作戦失敗を認めた手になりますよね。まあ実際4五歩と突いて5七銀とね引いたんですけど3五銀と出て、どうですか、これはもう嬉野流をね封じ込めたと言っていいんじゃないですかね。こう、まあ、7八玉ともちろん寄ってね、まあ囲ったんですけど3六歩と打って、これはね元の形を考えれば銀が出てきた銀を撃墜して押し込んでね、むしろここに歩を打ってますからね。これは振り飛車三間飛車側のね対策がうまくいって、まあ、もちろん勝負はねこの後難しいですよ。もちろんこれ王様は詰まないという話ではないですけれども、しっかりね嬉野流のね速攻を封じ込めた展開と進んでいきました。はい、ではね続きまして中盤戦のポイントですね。あの局面から進みまして、まあ大まかに言うとね振り飛車ペースだったんですけど、相手の方もね非常に粘り強い指し回しで、まあ、今ね6八銀と上がったところですね。で私の方はねもう美濃囲いがもう鉄壁です。鉄壁な形。ただここにと金を作られているので、まあ香車を取られるとね、まあ現状は駒損ともないんですけど香車を取られると駒損になると。やはり駒損はね避けたい。いくらね王様傾いてても駒損をね損していく展開は避けたいということで、まあ、ここでね攻めをつなげる手を放ちました。4八歩成とね、まあこの手は若干ここからでやや強引な手ではあるんですけれども、やはり大駒をねさばくことに主眼を置いた手になります。4八歩成同金で、5七桂成と、まあ、ここはね実は角金銀の3対角銀桂の3枚なので、3枚で自分がいっちゃうとねもちろん相手の方も同金と取って同銀成同銀と進むと1枚ね、まあ桂馬を1枚、まあ、銀桂と金とかで1枚、先手が得をするんですけど、ここで4九飛車成とね飛車を成れるのがまあそれを補った手になるわけですね。まあこの時にですね、まあ4八歩成を利かしたのが一つポイントでして、ね、大切な拠点に見えるんですけれども、すぐね5七桂成といくと同金同銀成同銀と仮にまあ進んだ時ですね、同じように進んでこの時に歩が残っちゃうんですね。飛車が成れないので、まあ4八歩成となればと金はできるんですけれども、その瞬間にまあ4五歩といった感じでね飛車を抑える手が一応成立すると。まあ、もちろんこの場合で金で取ってこういう形銀で金を残してこちらの方がより先手はいいかもしれないですけど、いずれにしろまあ飛車を成るのに少し手間取る形になるというのをまあ私は嫌ったということですね。まあ、実戦は4八歩成を利かしたことによって、まあ、この歩がね、消えまして、まあ、銀桂とね、まあ、取られたんですけれども4九飛車成と飛車が成り込んだことでね、これで一応ね攻めが切れる、まあ、攻めが続かなくなるというね展開は、後手としてはね避けることができたということですね。やはり王様が硬いのでね攻めがつながるということが非常に大きいわけですね。で、4九飛車に対して、まあ、先手のこと5八に打ちとね、まあ、これは粘り強い一手ですね。逆に後手に、まあ、金を打たれればというかね、まあ、角を切って金をそこに金を打たれてしまうと一気に寄り筋になってしまうので、まあ、ここはね、まあ、もうこの美濃囲いに対して攻め合うわけにいかないので粘りに出た手です。で3九竜と寄りまして2六飛車に3八竜と。で実はこの一歩取ったこの歩がね本局は非常にこの後生きてきました。まあ、4七銀引きと引きまして3五竜にね2八飛車と、まあ、辛抱されたんですけれども、ここで3九竜ともう一回入りまして、で、2五飛車と逃げた時、さあここですね、この次の手が、まあ、本局は非常に厳しい手になりましたね。
今ね、先手の方の方もねすごく金銀固めてね、桂馬、好みの囲いを見るともうちょっと硬すぎるなって感じではありますけれども、ただ桂馬を1枚得してますし香車を取れればねっていう局面ではあるんですが、次の手がね非常に厳しい手になりましたね。4八歩と、先ほどねここで取った歩が大きいよと言ったのはね、この歩がね激烈に厳しい手になりましたね。でついね攻める時にこういう持ち駒ですとね、金をどこに使おうかってね考えてしまいがちです。例えば具体的にね5九金とかこういう手でうまくいけばいいんですけれども、金銀に対して金です金駒で攻めますと取ってまた取った駒でまた打たれちゃうんですね。要するにここで金で攻めちゃうと相手に金が入るので、その金でまた金打たれて、こういう経験ね皆さんされたことあると思うんですよね。攻めたのにまた同じ駒で打たれちゃってまた戻ることになっちゃったっていうね。なのでこういう時はね歩を使うっていうのは将棋のミソですね。やっぱり将棋は取った駒を使えるっていうのが一番の特徴のゲームなので、大きい駒で攻めれば大きい駒をまた取って打たれちゃうんですね。小さい駒で攻める、これもちろんスピードで言えばこっちの方が速いですね。スピードで言えばいきなり金が打てるんですから。ただ歩を打ちましてと金で寄っていければ取って、これね当然の理屈なんですけども、この時に、歩に戻りますからね、相手はねここにと金を打てないので歩に戻るので、こうなればね補強する駒が桂しかないですから、防ぐ駒ができないよということで、これは見た目以上に厳しい手です。というかものすごく大事な手ですね。この場合はね歩を打って攻めると。で成りがね絶対受かんないですね。4九歩成となる手を防ぐ手がないんですね、先手はね。ここに数足しようがないですね。同銀と取っても竜で取られちゃうんでね。実際3六桂と、非常にこの桂打ちも粘り強いね、角を狙って粘り強いですけど構わずこうなって2四桂にすいません2四桂に同歩と応じて、一回ね、角桂交換って部分的にはものすごく、後手ね私の方が損なんですけれども、角と桂馬を超えてもこのと金がね補ってねあまりある点厳しさですよね。こうやることで角桂交換でもこの金を取れればね部分的に金桂と角の交換になるわけですよね。で5九とに対して4九歩と頑張ったんですが6九とすいません失礼しました。6九と金を剥がして同銀、ここで5九金とねこう駒をね1枚ずつ剥がしていくということですね。これも4九竜という手もあるんですけど、4九竜ですと5八銀と引かれてねまた竜が逃げて速砲を打ってみたいな感じで、頑張られちゃう可能性があるので、こうねちょっとね筋が悪くてやりづらい手なんですけど、こうベタッと打つことで次に6九金同玉4九竜とね王手銀取りの筋で攻めれるわけですね。ですので、実戦は5九金に対して5九金に対して5八銀上がるとねこう受けたんですが、3五桂が厳しい手になりましたね。今度は銀が動けば銀が取れると。でこれでね、必ずこの金銀の入手が確定的になりましたので、後手がね後手の私がリードを広げていきました。はい、進みましてもう最後のところですね、もう決着のところを見ていただきたいと思います。今ね8六に飛車がこう打ってねしかしちょっとこう乱されたとはいえ鉄壁ですね。こう気をつけないといけないのはこの2四の飛車ですけれども、2四の飛車と8六飛車がリンクしたとしてもね持ち駒に桂しかありませんので、8三飛車成と攻めてこられてもね、現状詰みがない局面です。で角銀銀とね豊富な持ちを持っていて、実戦は7八銀ならずと。これはね自然な手ですよね。成りでなってもね成りでいくと金持ってないんでね詰めろにならないんですけど、成りならずでいけばほぼ受けなしですね。持ち駒に桂しかないですから、実戦は、7五桂と、打ってね、この桂打ちはね、次に飛車がなっていくという非常に厳しい手なんですけれども、8九銀ならずと、取りまして8八玉に7八金と引いてね即詰みとなりました。はい、いかがだったでしょうか。嬉野流ですね。今回は本当に嬉野流に対して振り飛車で対策をするとどうなるかというのがね、大きなテーマになりました。嬉野流というのはやはり他の急戦とね形がね違うんですよね。同じ急戦居飛車の急戦っていうのはいろいろ昔からあるんですけれども、嬉野流というのは非常に独特です。ですので、他の急戦の時にはこうやって受けたなっ
っていうね常識がねあまり通じないところがあったりします。嬉野流ならでは、嬉野流に対してはこれがいいんだっていうね指し方があったりするんですね。なのでそういったあたりもねぜひぜひ参考にしていただければ、良いかなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。